はい、こんにちは。今私は中国福建省のアモイっていうところにいます。このアモイは台湾と大体緯度が同じで、中国国内では南の島の観光地として人気があります。しかしここにはもう一つ顔があって、それが世界中のスポーツ向けのカーボンファイバー製品を生産するカーボンの街っていうことです。北米や欧州にはいろんなカーボンバイクのブランドがありますが、それらのフレームはほとんどこのアモイで作られていると言っても過言ではありません。で、今回はそんなアモイに拠点を置く中国最大級のカーボンバイクメーカーウィンスペースの本社工場を訪問します。ここは去年も訪問して生産工程や検査工程を見学させていただいて、それは別動画で詳しくレポートしてるんですけど、そこから少し変わったところもあるっていうことで、改めて工場見学させていただこうと思います。しかもこのウィンスペース、最近チャプター2のマイクプライドが加入したことで話題になりました。タイミングが合えばこのマイクプライドに直接インタビューして、このウィンスペースでどんな仕事をするのか聞いてみたいと思います。それじゃあ中見ていきましょう。以前は事務機能は別のところにあったんですけど、この生産工場にそういった事務方の機能も統合されて一つになったらしいです。で、ここが撮影場らしいです。こんな感じでスタジオになってますね。で、奥では通信販売をするので、そのライブの配信をやってるみたいです。いいですね。家にこんなん欲しいですね。で、こっちが工場のエリアですね。ここはね、設計を行っている部屋ですね。ウィンスペース茶をいただきます。美味しい。お茶の産地なんですよね、この辺も。福建省。お、マイクプライド来た。ちょっとガラス越しにマイクプライドが来ましたね。ウィンスペースは自転車ブランドの中でも、ちょっと珍しいのが自社で生産設備を持ってるんですよね。大体大きなブランドでも、OEM の工場に全て生産委託するケースが多いんですけど、ここに関しては、今背後にちょっと見えてるような、ホイールとか完成車の組み立て工場、隣の建物にはカーボンの成形を行っている工場もあります。ここは主にホイールの組み立てとかで、奥の方では完成車の組み立て作業を行っている区画ですね。で、その一角にあるのがサンプルルーム。壁にいっぱい自転車がかかっているのと、ここに 3D プリント製の、試作のモックですね。こういった 3D プリンター製の模型を作って、形のチェックとか、場合によったら風洞試験とかを行うんですけど、なかなかユーザーの目に留まることはないですね。で、隣には試作フレームかサンプルフレームか、いっぱい積み上がってますね。これいいんですか、見せて。で、ここはね、検査室ですね。ホイールの耐久性とかを調査するための設備が揃ってます。これはね、合成試験機ですね。ホイールの縦合成とか横合成で、あと駆動合成を測定する装置です。リムのインパクトの試験機ですね。規定の重さの重りをこんな感じに上から落としてやって、でリムが破損しないかどうかっていうのを調査する装置です。で、今動いてないですけど、これはね、塩水噴霧の装置ですね。塩水とかがかかる環境でもホイールとか中のパーツが腐食しないかっていうのを調査する装置です。
横でゴロゴロ回ってるのはデコボコがついたローラーの上を、ホイールを回してやって、長距離走行した時に、ハブとかスポーク、リムに損傷がないかっていうのを、耐久試験する装置です。で反対側にはハンドルの試験装置もありますね。でこっちはカーボンの成形工場です。でここがカーボンファイバーの保管しているところです。カーボンのプリプレグは温度が上がると反応が進んで使えなくなっちゃうんで、こういった低温で保管する必要があります。中にコーラがあるんですけど凍ってますね。だから氷点下ですね、この中。これでも数ヶ月ぐらいで使えなくなっちゃうんで、在庫しているカーボンはすぐに使う必要があります。手前は東レのプリプレグがありますけど、これだけの量のカーボンをかなりのペースで使ってるんだなと思います。でここがカーボンファイバーの裁断を行う部屋ですね。フレームの場合結構複雑な形状のカーボンシートが必要なんで、こういう巨大なカッティングマシンを使ってカーボンシートを切断していきます。今切ってるのはね、なんかシンプルな短冊ですけど、実際はもっと複雑な形状に切断することも多いです。で次がレイアップ、カーボンの積層を行う部屋です。ここはこんな感じに、細かいブースに分かれてて、作業員さんがカーボンファイバーの積層作業を行ってます。ここに切れ端のカーボンシートがあります。プリプレグっていうのはこのカーボンの繊維を樹脂で固めた状態、味付け海苔みたいな状態なんですけど、触るとねちょっとペタペタしてます。これに高温を加えて熱硬化性の樹脂を固めることで硬いカーボンファイバーになります。こういうハンドルバーにカーボンシートを規定のサイズのシートを規定の順番で規定の枚数重ねていって高温で固めることによって普段使っているような硬いハンドルバーが完成します。でウィンスペースでは製造が難しいカーボンハンドルとかカーボンフォークに関しては自社で製造していて、でこれらについては X 線の装置で全数検査して欠陥がないか厳しくチェックされます。でフレームもここにありました。これはすでにカーボンシートを積層し終えて、熱効果を待っている状態なんですけど、そのモールド芯材になるのがここにあります。持ったら結構軽いです。中に発泡スチロールみたいな素材の芯材があって、それをラテックス、ゴムが覆っているような構造になってます。でこの表面にカーボンシートを指定の順番で積層していって、で最後に金型の中に入れて内側から空気圧で加圧しながら高温で樹脂を硬化させます。そうすることでカーボンのシート同士が強く金型の内側に押し付けられながら固まって、より強度が高くって光合成のフレームが出来上がります。でこういうラテックスのモールディング、今でこそ増えてきたんですけど、コストがかかる方法なんで、比較的コストに余裕がある、中上級クラスのカーボンロードバイクに採用されるのが一般的です。でここが成形する場所ですね。ちょっと他の部屋に比べると蒸し暑いです。目の前にはフレーム用の金型があります。でこちらには焼き上がったばかりのハンドルとフレームがあります。ここに置いてあるものはまだ半完成品で、実際はまだ成形時のバリが残っていたり、必要な穴が開いてなかったりするんで、そういった点を後加工で作ってやって最後に塗装して完成となります。ここが仕上げ工程です。こんな感じでね、前三角と後ろのステー部分が接着されてます。最終的に研磨されて塗装されたら分からなくなるんですけど、大抵のフレームはこんな感じに接合部があります。
はい、車で移動してきました。ここはウィンスペースの塗装工場がある場所になります。自転車のブランドで自前で塗装工場を持ってるとこって珍しいと思うんで、どんな設備があるのか楽しみですね。最近できたばっかりなんで結構綺麗ですね。はい、じゃあね、工程を見ていくんですけど、まず最初は下地工程ですね。サーフェイサー、塗装の下地となる塗料を拭いた後、表面をペーパーで荒らしたりとかホコリを取っていって、後の上塗りの塗料がきれいに密着するようにします。塗装ブースはご覧のように水が流れていて、ホコリを抑えて塗料の粉自体も奥に付着してそのまま流れるようになってます。で塗装が終わったらこういうところで検査を行うそうです。これデカールを貼る工程ですね。こういう水張りのデカールを塗装済みのフレームの表面に貼っていきます。でデカールが乾燥した後、ここで最後にトップコートを拭いて表面をクリアの層で覆います。で最後にポリッシングの工程ですね。クリア塗装が終わったフレームの表面を磨いてツヤを出します。で研磨剤をつけたバフでフレームの表面を磨いてツヤを出していきます。はい、でね、本社を離れてウィンスペースのルーンブランドのホイールのリムを作ってる工場を見に来ました。ここはね、外部委託のサプライヤーで作ってるんですけど、生産の様子見ていこうと思います。でここがね、カーボンファイバーのこのプリプレグを裁断して小さいピースに加工する場所ですね。でここがレイアップですね。モールドにカーボンファイバーのプリプレグを貼り付けていって、リムの形に成形していきます。でどこの材料を使うとかはこういうコンピューターのシステムで管理されてるみたいです。ここが成形エリアです。だいぶね、熱気があります。こんな感じにレールがあって、で一列に炉が並んでます。ちょうど焼き上がったホイールのリムの金型を開けるところですね。これが出来たてほやほやのリムです。ここのリムに関してはビードフックの部分も金属の金型で作ってますね。はい、機械加工のエリアに来ました。ここはね、奥の方でマシニングセンターが回ってるんですけど、金型を作る場所みたいです。こういうフレームの金型で、もちろんホイールの金型とかも、この工場内で製造してるみたいです。ここは検品工程とかですかね。こういうレーザーマーキングでリムにロゴを印刷します。横の会議室でサイさんとマイクプライドが打ち合わせしてますね。はい、今からウィンスペースに最近入社したマイクプライドにインタビューします。
マイクさんの加入によってこのブランドはどう変わっていく、どう変えていきたいって考えていますか？ Yeah. So I'm the technical director at WinSpace, and what that title really means is that I oversee all new projects within the company. And I think with my experience previously as an architect, and also having run all the product development at NeoPride Bikes, and also Chapter 2, I've developed a lot of skills, a lot of connections within the industry that helps us develop some of the best products in the future. じゃあちょっと具体的な製品作りの話になるんですけど、今、特にヨーロッパのブランドのロードバイクってすごく速いですけど値段も高い、ハイコストなバイクになってます。でそういうバイクって性能はいいけど、一般のサイクリストは買えないっていう意見をよく聞きます。でマイクさんが作りたいバイクはどういうところを重視したどんなバイクかっていうのを教えてください。Well, as the technical director at WinSpace, obviously I want to design the fastest bike possible. And I think within the company they have an incredible amount of resources with wind tunnel testing, CFD, and they have some incredible engineers within the company. But also one of the biggest benefits that we have at WinSpace is that they're also manufacturing the frames internally, and that allows us to do a lot of testing and development throughout the whole process. So whilst we're trying to develop the fastest bikes in the world, we're also mindful that we want to make the bikes accessible to many people. So we're also designing to a price constraint to make sure that we have products that people can afford to go out there and have a good time on. このロゴはマイクプライドがデザインしたって話を伺ったんですけど、どういうことを考えてデザインされたんですか？ Yeah, so the WinSpace brand has actually been around since 2008. You know, it's very famous for its wheel set business, but I just felt that, you know, over time, the brand hasn't really evolved in terms of its logo and its visual direction. So I think when I stepped in here, you know, a couple of months ago, I wanted to give the brand name a little bit of a refresh, but without changing it too much. So I think the new logo that I've developed is a little bit more contemporary, a little bit more of kind of a future look on where WinSpace is going to be going. 私はね結構この新しいロゴ気に入ってます。これから他のバイクにも採用してもらえたら嬉しいなと思ってます。じゃあ最後の質問なんですけど、マイクさんが関わったバイクはいつ出るんでしょうか？でそれはどんなバイクになるんですか？ So the super bike that I'm currently working with, the team here, involves basically looking at what the competition is in the marketplace. So we've seen in the market in the last 2 or 3 years this trend towards these hyper super bikes, with aerodynamics being the key performance feature. So you see the Factor 1, which is a really iconic looking bike, and then there's Cervelo S5, which is also a really beautiful and fast bike. So our strategy and our kind of position is that we're going to try and design the bike that's going to be faster than them according to the Cycling News testing protocols in the wind tunnel in Silverstone. ありがとうございます。Thank you. Thank you. はい、ということで今日1日かけてウィンスペース本社の成形工場と組み立て工場、そして別の場所にある塗装工場、さらにサプライヤーのリム工場も見てきました。ウィンスペースに加入したマイクプライドとの対談も実現してとても充実した一日になりました。ウィンスペースは今まで中国ブランドという売り出し方をしてたんですけど、これからはもう一歩ステップアップしてグローバルブランドとして世界で戦えるロードバイクブランドを目指すそうです。実は新工場を作る計画もあるらしいんで、これからも目が離せないと思います。今回動画中には発表されたばっかりのニューバイクやこれから発表されるはずのバイクもちらっと映り込んでたりするんですけど、正式に発表されたらぜひそういうバイクも乗ってレビューしてみたいと思います。ということで今回の動画以上です。私はこの後もう少しアモイに滞在してから深センの方に飛んで別の工場見学とかもしようと思ってるんで、続きの動画もご期待ください。それではご視聴ありがとうございました。